はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。少し更新が遅れてしまいましてご心配おかけしてすいません。今回は2月10日の新月から2月24日満月までの流れを星の解説少し補足しながらタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。早速いきますね。そしてもし星のことに興味があるとか、タロット読んでみたいなという方は、私の方でやっているアストロ&タロットフレンズというメンバーシップがあります。もうすでにですね、合計300本以上の勉強の動画とかみんなでシェアしているイベントの様子とかが全部見放題ですので、ご興味ある方は概要欄から詳細ご覧ください。では行きます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、ジャスティスの逆ペンタクルスナイト逆、ワンドページと、ソードのクイーンと、死神の逆、そしてワンドクイーンと節制の逆ですね。はい、気をつけることや対策は、忍者の逆とカップ9とオラクルは、はい、カップの7です。そうか、信じる者は救われるって感じがしますね。ちょっとね、星の説明をさせていただくんですが、ちょっと待ってください。その前になんだか本当にさっきで信じる者は救われるみたいな感じで、形あるものを見ようとしたり、なんていうか何かの証拠を探そうとしたり、証明しようとしたり、形作ろうとするとそれがやりにくいみたいな。だけど目に見えないんだけどあるよねっていうふうに決めちゃうとか、目に見えないけど届いてるよねっていうふうに自分で感じることによって物事がうまくいくっていう感じがしました。なので何かの形にこだわったり、それを保証とか証明とかっていう誰が見ても分かる形にしようとするのではなく、それぞれが感じて受け取るっていう風にしていただくのがこの2週間の一番のいい過ごし方だなと思いました。はい、でちょっと星の説明なんですが、星でいくとちょうどこの2週間っていうのは遠くから何かが届くよみたいな時なんですね。でこれは目に見えないものなんです。またこれが時空を超えて届くとか、親から引き継いでいた思いが今やっと自分に届く、やっと自分がそれを気づくとかもそうだし、なので形じゃないんですね。まあ確かに中にはね、本当に何かギフトが届きましたっていう方もいらっしゃるかもしれないし、昔自分が積み上げてた貯金が保険が満期になって、この時引き下ろしましたとかいう方もいらっしゃるかもしれないけれど、基本はその現実的に何っていうのではなく、見えないところからの大いなるサポートが来てるよとか、とっても愛されてるよとか、とっても守られてますねみたいなエネルギーが来てると思っておいてください。でこのエネルギーってすごく大事で、もう信じるしかないんですよね。でよく血液検査とかをすれば、その血液の中で白血球がどれだけあってとか、そういうのはデータとしては出ますけど、私たちの血には、先祖から受け継がれてきたいろんな思いの DNA も一緒に入ってるんだっていうような感覚なんです。でそれってなんかわざわざ血液検査してデータ化するとかじゃなく、自分の体にもそういう血が流れてるんだなっていうのを感じるっていう、そういう感じの時なので、何か自分が引き継いできたもの、親からもらったもの、もしくは目には見えないんだけど強さとして何か守られてるっていうような感覚がこの2週間あるんじゃないかなと思うんですね。特にそれが2月の中旬ぐらいが強いと思います。2月10日以降の10日の新月でそういったものを自分が感じたいっていうふうに意図するのもいいですし、実際に14日あたりっていうのはすごく深いところでそれがつながるっていう時なので、届いたとか来てるとか自分の中にあるみたいな、そういう感覚になりやすいです。でカードで見た時に、そのはっきりしないことをなんかはっきりさせなくちゃって思ってるのかなって思ったんですね。でもはっきりさせようとすればするほど一長一短で決められないって感じがあるので、ここはちょっと流れに乗せてもいいんじゃないかと決めずに、自分が思いたい方に思ってみたらいいんじゃないかっていう感じがしました。もしくは状況がもしくははっきりしないのかもしれませんね。何かが決まったらそれに合わせて決められるのに、何か一つの出来事が決まらないから
時間がかかってるとか慎重になってるっていう相手の出方を待ってるみたいなのがあるかもしれません。だけどなんか急にですね、まもうこれ以上待ってられないわみたいな感じなのか、自分でもう決めていく、自分でもうそれに終止符を打って再生させていくっていう流れが出てるんですね。なので周りがどうこうっていうよりも、さっき言ったその自分の中にある強さや引き継いできたものやまだ目覚めてない何かみたいなものと自分が自分にアクセスしてきちんと、そしてそこに目覚めていくっていう感じがするので、とてもなんかね途中からすっきりするなって感じがあります。覚悟するみたいな感じかな。うん。で、そう決めればもうあとは動くだけだからという形でお仕事も頑張っていったり、物事をなんか統率していこうみたいな、そんな感じがありますね。で、ちょっとそこでまたね、こう昔の感覚に戻ったりとかして、本当にこれで良かったのかなとか、周りの人にはちゃんと受け入れられているかなみたいなことを感じやすいんですけれども、この時期は本当にね、他者を気にせずに自分がどうしたいか、自分の中の自分とつながって自分がどうしたいかを表現していってください。それで決めていってください。その方が絶対うまくいくって感じがします。周りに合わせてるといつまでも動かない感じがするんですね。でも今の、患者さんの皆さんはそういった遠いところから引き継いできた力や何かが自分の中であったっていうふうに気づくのがこの2週間のテーマなので、それに気づいたらもう自分で決めてやっていけばいいよねっていう形になりそうです。うん。はい、ちょっとカードで見てみようかな。うーん。なので一つはそういった自分の強さに目覚めていくっていうのもそうだし、そしてただね、物事ってえっとなんていうかな、パキッとしないですよね。そのパキッとしてるように感じてパキッとしてないっていうか、混沌としてるものが世の中だみたいな感じがあり、この2週間は本当に受け取ってほしいんですね。いろんなものを、愛情だったり優しさだったり可能性だったり、でその中で自分の中のイメージを膨らませて、こうしていけばいいんだみたいなものが見えてくるっていう感じです。ちょっとねオラクル見てみますね。カップのページですね。そしてまた出ましたね、節制でマジシャン。うんうん。なるほど。あのなんていうのかな、本当に私の中でその血が流れていたみたいな、そういった気づきが起きて、自分の中から湧いてくるエネルギーがあり、で、それを持って私は大丈夫なんだっていう感覚になってもらいたいんです。まずこの2週間。で、その後、じゃあ実際の社会を生きましょう、日常を生きましょうってなった時に、多少の迷いはあるだろうし、もしかしたらあっちの方がいいのかなとかっていう思いもあるかもしれないけど、どっちでもいいと。この2週間で大事なのは、自分の中からそういう何かを生み出していく力があるっていうことに気づくのが、もうこの2週間の一番の大事なことっていう形で、もうここでもマジシャンっていうのが出ているので、ただマジシャンって本当に始まりでしかなくて、ここから作っていくのはまだ先なんですね。なのでそのなんか何でもできるとか自分には全部備わってるっていう感覚を味わってもらいたいなと思いました。それが一番のメッセージです。そしてこれお仕事で言うと、その周りの状況っていうのはなかなかちょっと進みにくい感じもありますし、もしくは周りの状況を見なければいけないような状況なのかもしれませんね。はい、なので、状況によって多少は変えなきゃいけないけど、でも自分はこうしたいんだっていう思いをしっかりと持っていく、もしくはどのような状況になったとしてもやっていけるっていう信念みたいな、その力が自分にあるということを信じていただきたいっていう感じです。そして、お仕事に関してはやっぱ中旬以降いい流れに乗っていきますが、それがトン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 といくというよりは、そのいい流れに乗った中でまた迷いはあるけれども、そこで信じていただきたいのは、どっちかの方法が間違いとか失敗ではなく、そうやって常にたくさんの選択肢がある中で自分は選んでいくんだなっていうことを把握してくださいって感じがしました。はい、そしてまだ結果はわからないっていう感じかな、お仕事に関しては。で、そしてですね、人間関係はあのちょっと見てみようかな。
人間関係はね、なんか人に甘えるっていうよりも、自分が誰かの面倒を見てあげなきゃいけないとか、自分がしっかりしなくちゃいけないっていう意識の方が強いのかなって感じがします。で、そう思い出すとちょっとしんどくなって、もうあんまり関わらないでおこうかなってちょっと消極的になりやすい感じがするんですね。うん。なのでやっぱり人間関係に関しても他者を気にしやすいっていうのがあるので、ちょっとこの時期は他者に対してやりすぎないっていうことを思っておく方がいいかもしれないです。人と関わる時にこんなこともしてあげなくちゃとかこうしなくちゃっていうよりも、自分がどうしたいかっていう感覚を大事に持っておく方がエネルギー的にはバランスが取れますね。他者を基準にすると本当にグラグラしそうなので、無理に関わらなくてもいいし、関わるとしたら自分のスタンスとしてはこうですというものを持った上で関わったらいいっていう感じがしました。はい、そんな感じかな。はい、ちょっともう一枚だけ聞いてみましょうか。はい、ソータル的なメッセージね。うん、ペンタクルズの3が出ているので、まだ、事態は作り上げてる途中なんだよっていうメッセージです。一人でじゃなくいろんな意見を組み入れながら一緒に作っていってる最中だから、全てが完璧でなくてもいいし、全てが順調じゃなくてもいいし、そうやって紆余曲折しながら作り上げているものが物語だよねっていうか、それが楽しいよねっていう感じがしました。なので多少揺れても全然大丈夫です。一番忘れないでいただきたいのは、さっき言った自分に届いているこの時期だから届く思いだったり、自分の中にある強さっていうものをしっかりと自分で自覚していただけたらなと思います。はい、ということで今回はここまでにしておきます。次回また2月24日までにね、次の動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。